未来のデザイン、夢のテクノロジー、モーターショーで発表されるコンセプトカーは、私たち車好きの心をわしづかみにしますよね。うわ、かっこいい。こんな車が本当に街を走ったら、そう胸を躍らせた経験、一度はあるのではないでしょうか。このデザインのまま市販されたら絶対買うのに、そう誓った車、皆さんにもきっとあるはずです。しかし、数年後、ついに発表された市販モデルを見て、あれ、思ってたのと違う。あのシャープさはどこへ。なんだか普通になっちゃったな。そんな、ちょっぴり切ない気持ちになったことはありませんか。この動画では、そんな誰もが一度は抱く疑問。なぜコンセプトカーは市販されると変わってしまうのか、その謎に迫ります。具体的な5つの車種を例に挙げ、夢と希望に満ちたコンセプトカーが、現実の壁に立ち向かい、どのように市販モデルへと姿を変えていくのか、そのビフォーアフターを、変更された理由とともに徹底的に比較、解説していきます。時にはコンセプトの輝きを失わずに、あるいはさらに魅力的になって登場するケースも。この動画を見終わる頃には、あなたも自動車デザインの奥深さとメーカーの苦悩と情熱を理解できるはずです。それでは一緒にその秘密を探っていきましょう。まず、そもそもコンセプトカーとは一体何なのでしょうか。モーターショーの華やかな舞台を彩るこれらの車たちは、単なる未来的なデザインの模型ではありません。自動車メーカーにとって非常に重要な意味を持つ存在なのです。コンセプトカーは自動車メーカーが近い将来、うちはこんな車作りを目指しますよというデザインの方向性を示す羅針盤のような役割や、こんなすごい技術を開発しましたと世界にアピールする技術のショーケースとしての役割を持っています。また、発表されたコンセプトカーに対する市場、つまり私たち消費者の反応を見る一種の観測気球でもあるんです。このデザイン、受けるかな、この機能、みんな欲しいかなといった具合ですね。そしてもちろん、ブランド全体の先進性や革新性を演出し、このメーカー、なんだかワクワクするぞとブランドイメージを高める重要な役割も担っています。では、これほどまでに魅力的でメーカーの思いが詰まったコンセプトカーが、なぜ多くの場合、そのままの姿で私たちの前に現れることは少ないのでしょうか。そこには、夢を現実にするためのいくつかの非常に大きな、そして乗り越えなければならない壁が存在するのです。まず、コストの壁です。コンセプトカーはショーで注目を集めるため、採算度外視で作られることがほとんど。特殊なカーボン素材、手作業での組み立て、一点物の部品、これらを数万台、数十万台規模で量産しようとすると、とんでもない価格になってしまいます。皆さんが買いやすい価格にするためには、どうしても素材や製法の見直しが必要になるんですね。次に、法規、安全性の壁。あの薄くてシャープなヘッドライト、確かにかっこいいですが、夜道を安全に照らすための光量や排光の基準を満たしていないかもしれません。また、衝突時の乗員保護、歩行者との衝突時の衝撃吸収など、世界各国には厳しい安全基準があります。コンセプトカーの鋭すぎるボディラインやデザイン優先で小さすぎるドアミラーも、この壁に阻まれることが多いんです。そして実用性の壁、例えば地面スレスレの低い車高やほとんど開かないような小さな窓、2人しか乗れないのにトランクはないに等しいなんて車、日常で使うのは大変ですよね。デザインは最高でも、毎日の使い勝手や乗り心地、視界の良さ、家族構成なども考慮に入れると、現実的な変更が必要になります。さらに生産技術の壁、デザイナーが描いた複雑で美しい曲面や特殊な素材を使ったパーツも、現在の量産技術では安定した品質で、かつ低コストで大量に作るのが難しい場合があります。工場で効率よく組み立てられるかという点も重要です。最後に、ターゲット層の壁。自動車メーカーも企業ですから、売れなければ意味がありません。あまりにも先進的すぎたりニッチすぎるデザインは、一部のファンには熱狂的に支持されても、多くの人には受け入れられない可能性があります。より幅広い層にアピールするため、最大公約数的なデザインに落ち着くことも少なくないのです。これらのさまざまな要素をクリアし、デザイナーの夢とエンジニアの知恵、そして市場のニーズを絶妙なバランスで融合させる、その妥協と革新の連続の果てに、コンセプトカーは市販モデルへと姿を変えていくのです。まさに自動車開発とは夢と現実の壮大なせめぎ合いなんですね。さあ、
ここからは具体的な車種を比較していきましょう。最初の事例は、多くのスポーツカーファンがその復活を熱望したトヨタの魂が込められた1台。2014年に衝撃的なデビューを飾ったコンセプトモデル FT1、 そしてその地を受け継ぎ2019年に待望の復活を遂げた GR スープラです。この2台、一体どこがどのように変わったのでしょうか。そしてなぜ変わらなければならなかったのか、じっくり見ていきましょう。まずは車の顔、フロントマスクから見ていきましょう。 FT1、 この挑戦的な表情、まさにレーシングカーの DNA を感じさせますよね。対して市販された GR スープラ FT1 の面影を色濃く残しつつも、より現実的な表情になりました。特にヘッドライトは少し大型化され、ノーズ先端もやや丸みを帯び、ナンバープレートを取り付けるスペースもしっかり確保されています。エアインテークも冷却効率と空力性能を維持しながら、よりシンプルな形状に整理されました。この変更の背景には、まず歩行者保護規定への対応があります。万が一の事故の際、歩行者への衝撃を和らげるため、先端の形状には制約があるんです。またラジエーターやブレーキへの冷却効率の最適化、そして複雑な部品を減らすことによるコストダウンと量産性向上も大きな理由です。次にサイドビューです。 FT1 のこの流れるような、そして抑揚のあるボディライン、まるで獲物を狙う猛獣のような迫力があります。 GR スープラもこのグラマラスなフェンダーラインやダブルバブルルーフといった FT1 の特徴的な要素をしっかりと受け継いでいます。しかしよく見るとルーフはわずかに高くなり、キャビンスペースが拡大されています。ドアミラーも FT1 のものは非常に小さくデザイン重視でしたが、 GR スープラでは視認性を確保した実用的なサイズに変更されていますね。これは主に居住性と乗降性の向上、そしてドライバーの視認性確保のためです。いくらかっこよくても乗り降りがしにくかったり、頭上が窮屈だったり、後ろが見えにくかったりしては、日常の使い勝手が悪くなってしまいますからね。ドアミラーのサイズも各国の法規で最低限の大きさが定められています。続いてリアセクション。 FT1 のリアはまさにレーシングマシンそのもの。可動式の大型リアウィングが目を引きます。一方 GR スープラのリアは FT1 の力強さを継承しつつ、より洗練され一体感のあるデザインになっています。象徴的だった大型ウィングはトランクリッドと一体化したダックテールスポイラーへと変更され、ディフユーザーもよりシンプルな形状になりました。可動式ウィングは非常に高価で複雑なメカニズムが必要です。市販車としてのコストを抑えつつ、必要な空力性能と実用性、例えば後方視界のバランスを取った結果、このようなデザインになったと考えられますね。ダックテールでも十分なダウンフォースは確保されています。最後にインテリアを見てみましょう。 FT1 のコクピットはまさに未来の戦闘機、ドライバー中心のタイトな空間設計です。 GR スープラの内装は FT1 のスポーティな雰囲気は残しつつも、ぐっと現実的で上質な空間に進化しました。皆さんご存知の通り、 GR スープラは BMW と共同開発されたモデルですので、スイッチ類やインフォテインメントシステムなど一部パーツには BMW と共通のものが使われており、操作性と質感が大幅に向上しています。これもやはりコスト面でのメリットが大きいです。専用部品を開発するよりも実績のある高品質な共通パーツを使うことで開発費を抑えつつ高い質感を達成できます。また量産性や信頼性の観点からも有利ですね。こうして見ると FT1 の持っていた情熱的なデザインのエッセンスやスポーツカーとしての魂は形を変えながらも見事に GR スープラに受け継がれていることがわかります。市販化にあたってはコスト、法規、実用性、そして BMW とのプラットフォーム共有といったさまざまな現実的な要素が考慮され、多くの人がアクセスしやすくかつ高性能なスポーツカーとして磨き上げられたのです。まさにコンセプトカーが示した夢を現実の技術と情熱で形にした恒例と言えるでしょう。続いての事例は発表されるや否や、その愛らしいルックスと未来的な雰囲気で世界中から大絶賛された一台です。ホンダが提案した未来の電気自動車、アーバン EV コンセプト、そしてそのコンセプトを驚くべき忠実さで市販化へと導いたホンダ E です。これは多くのファンがほぼこのままで出してと願った車ですが、果たしてその願いはどこまで叶ったのでしょうか。見ていきましょう。まず全体像から。コンセプトモデルは
初代シビックを彷彿とさせる低くワイドな3ドアハッチバックでした。非常にシンプルで塊感のあるデザインが特徴的でしたね。一方、市販されたホンダ E はコンセプトの雰囲気はそのままに5ドアハッチバックへと変更されました。これに伴い前高も少しだけ高くなり、より実用的なプロポーションになっています。ホイールベース、前輪と後輪の間の距離も若干伸びていますね。これはやはり実用性を重視した結果です。後部座席へのアクセスのしやすさは特に街乗りを想定したこの車にとって重要です。前高を上げたことで居住空間、特に頭上スペースにも余裕が生まれました。次にフロントとリアのデザインです。コンセプトカーの最大の特徴はこの円形のヘッドライトとテールライトをつなぐブラックパネル、そしてなんと光る H マークでした。前後のデザインが非常に似ていてシンプルかつ未来的な印象を与えました。ホンダ E もこの基本デザインを驚くほど忠実に再現しています。丸めのライト、ブラックパネルは健在です。しかし市販化にあたり変更点も、フロントには充電ポートのリッドがボンネット中央に追加されました。またヘッドライトやテールライトの内部構造は法規に適合するようより現実的なものになっています。そして残念ながらコストや法規の問題か H マークの発行は採用されませんでした。充電ポートの位置は機能性を考えてのことでしょうし、トウカ類の変更は法規上避けては通れない道です。光るエンブレムも国によっては認可が難しかったりコストがかさんだりする要因になります。それでもこのデザインをここまで再現したのは素晴らしいですよね。そしてサイドビューで最も注目すべき変更点、いやこれは変更されなかったことが素晴らしい点です。コンセプトカーでは未来的なサイドカメラミラーシステムが提案されていました。普通ならコストや法規の問題で市販時には普通のミラーに戻されるのが定石。しかしホンダ E は違いました。なんとこのサイドカメラミラーシステムをコンセプトの意思を継いで量産車として標準採用、一部グレード除くしたのです。これは本当に驚きであり、ホンダの英断と言えるでしょう。もちろん先進性をアピールするというデザイン上の狙いもありますが、空気抵抗の低減や雨天時の視認性向上といったメリットもあります。コンセプトの夢を現実に持ち込んだ素晴らしい事例です。インテリアも見てみましょう。コンセプトカーはダッシュボード全体に広がるウッド調パネルと一体化した巨大なスクリーン、そしてリビングのようなベンチシートが特徴的でした。ホンダ E の内装はこのコンセプトを巧みに現実化しています。ダッシュボードには圧巻の横長大型デュアルスクリーンがほぼそのまま採用されました。これは本当に未来的です。ただし素材感はより現実的なものになり、フロントシートも安全性や実用性を考慮して一般的なセパレートタイプに変更されています。全面ウッドパネルやベンチシートはやはりコストや衝突時の安全性、特にサイドエアバッグの展開などの面でハードルが高かったのでしょう。しかしこのワイドスクリーンはホンダ E の最大の特徴として見事に実現されました。ホンダ E はコンセプトカーが発表された時のこんな車が欲しいという世界中の声をホンダが真摯に受け止め、数々の壁を乗り越えて実現したまさに稀有な成功例と言えるでしょう。サイドカメラミラーやワイドスクリーンといった未来的な装備を搭載しつつ5ドア化などで実用性も確保しています。もちろん全ての要素がそのままではありませんが、コンセプトカーの持つ魅力と魂をこれほど高いレベルで市販車に落とし込んだ例はそう多くはありません。ホンダの情熱に拍手を送りたいですね。さて3つ目の事例は少し趣向を変えます。これまでのように直接的な市販モデルが存在するわけではありません。しかしその後のマツダ車全体のデザインに計り知れないほど大きな影響を与えた、まさにデザインの羅針盤となった1台、2017年に発表されたマツダのビジョンクーペです。この車はマツダが目指す次世代デザインの理想型そのものと言えるでしょう。マツダのデザインテーマ、鼓動、ソウル、オブ、モーション、生命感を車に吹き込むというこの思想はビジョンクーペで新たな次元へと昇華しました。それは引き算の美学、不要なキャラクターラインを徹底的に削ぎ落とし、ボディパネルの大きな面の抑揚とそこに映り込む光の移ろいだけで動きや生命感を表現しようという非常に高度な挑戦です。そしてこの思想は市販車に見事に生かされています。
例えばマツダ3や CX60 のサイドボディを見てください。複雑な線はないのに周囲の景色を映し込みながらまるで生き物のように表情を変える。これはまさにビジョンクーペで示された光と影の芸術です。また鋭いヘッドライトが深く彫り込まれたシグネチャーウィンググリルの縁取りへとつながるフロントマスクのデザインもビジョンクーペから受け継がれた力強いアイデンティティですね。なぜマツダはここまでデザインにこだわるのか。それはブランドとしての揺るぎないアイデンティティを確立し、車は単なる移動手段ではない芸術品であり愛車となる存在だというメッセージを伝え、オーナーに所有する喜びを提供するためです。コンセプトカーはその強い意志を最も純粋な形で表現する場なのです。とはいえビジョンクーペはあくまで理想型。そのまま市販するにはやはり現実的な壁が存在します。まずこの信じられないほど低く伸びやかなルーフラインと極端に細いピラー柱。市販車では乗員の頭上スペースを確保する居住性、良好な視認性、そして万が一の横転時などにキャビンを守る衝突安全性のためにルーフはある程度の高さが必要となり、ピラーも十分な太さが求められます。またコンセプトカーが履いているような巨大なホイールは見た目は抜群ですが、乗り心地やコスト、燃費の面から市販車ではより現実的なサイズに調整されます。これらはデザインの魅力を最大限に残しつつ法規を遵守し、実用性とコスト、そして何よりも安全を確保するための必然的な変更なのです。マツダのデザイナーとエンジニアはこの制約の中でいかにビジョンクーペのエッセンスを再現するかに心血を注いでいるわけですね。細部にも注目してみましょう。ビジョンクーペのサイドは驚くほど滑らかです。ドアハンドルはボディと一体化した格納式か、あるいは存在しないかのように見え、ドアミラーも極端に小さなカメラになっています。一方市販車ではもちろん実用性を考えて通常のドアハンドルが装備され、法規と視認性を確保したサイズのドアミラーが採用されています。これも夢のデザインと日常の使い勝手を両立させるための選択です。このようにマツダビジョンクーペは市販化を前提としないデザインの理想型として生み出されました。しかしその圧倒的な美しさとそこに込められた鼓動デザインの哲学は決して幻で終わることなく、今日のマツダ車一台一台の中に確かに息づいています。コンセプトカーが単なる小モデルではなく、ブランド全体の未来を照らし導く灯台のような役割を果たしていることがよくわかる素晴らしい事例と言えるでしょう。さあ4つ目の事例は発表と同時に世界中のカーファンの間で大論争を巻き起こした一台です。そのあまりにも大胆なフロントデザイン、特に巨大なキドニーグリルで度肝を抜いた BMW のコンセプト4、そしてそのデザインを色濃く受け継いで登場した市販モデル新型4シリーズです。この挑戦的なデザインは市販化でどうなったのでしょうか。なんといっても注目はこのキドニーグリルです。コンセプト4では BMW の伝統的な横型から一転、縦に非常に大きくフレームがほとんど目立たない、まさに顔全体がグリルと言わんばかりの攻撃的で圧倒的な存在感を放っていました。そして市販された4シリーズ、なんとこの縦長の巨大グリルはほぼそのままの迫力で採用されました。これは驚きでしたね。ただしよく見るとコンセプトでは一体化して見えたグリル内に衝突安全基準や冷却効率を考慮したと思われる構造材やナンバープレートを取り付けるためのスペースが巧みにデザインされています。またグリルのメッシュパターンも市販モデル用に変更され、グリル周囲にはより明確なフレームが追加されています。 BMW はこのグリルをブランドの新しいデザイン言語の象徴として強く打ち出しています。もちろん大型化したことでエンジンの冷却性能向上という実利もあります。ナンバープレートの処理は法規対応ですし、細かな形状変更は空力性能の最適化や生産性も考慮された結果でしょう。賛否はあれどこの決断力は BMW らしいと言えます。ヘッドライトも見てみましょう。コンセプト4ではレーザーライト技術を想起させる極薄で非常にシャープなデザイン、まるでレンズカバーがないかのような未来的で切れ味鋭い眼差しでした。市販の4シリーズではこの鋭い雰囲気はしっかり継承されています。 L 字型のライトシグネチャーも健在です。しかしよく見るとライトユニット全体の厚みは増し、レンズカバーも現実的なものになっていますね。これは
やはり法規で定められた照射範囲や高度を確保するため、そして日常使用における耐久性やコストを考慮した結果です。コンセプトの先進性を保ちつつ、現実的な製品としての要件を満たすための調整ですね。サイドミラーやドアハンドルといった細部もコンセプトカーならではのデザインが見られました。コンセプト4のミラーは非常に小型でエアロダイナミクスを追求した形状、ドアハンドルもボディと一体化したフラッシュサーフェスタイプでした。対して4シリーズでは視認性に優れた通常サイズのドアミラーと握りやすく実用的なグリップタイプのドアハンドルが採用されています。 M モデルではより空力的なミラーが採用されることもありますね。これもやはりドライバーの視認性、日々の操作性、そしてコストのバランスを考慮した結果です。特にドアハンドルは緊急時の操作性なども関わってきますからね。リアデザインも見てみましょう。コンセプト4は非常に彫りが深く立体的なテールランプとアグレッシブなデザインのリアディフユーザーが特徴的でした。4シリーズのテールランプもこの L 字型のモチーフや立体感は受け継いでいますが、より洗練され市販車としてのまとまりを感じさせます。リアディフユーザーはコンセプト4ほど過激ではありませんが、スポーティな雰囲気を十分に演出しています。複雑な造形のテールランプやディフユーザーはコストと量産性に大きく影響します。4シリーズではデザインの印象を保ちつつ、これらのバランスを最適化したと言えるでしょう。賛否両論を巻き起こしたあの巨大グリル。しかし BMW はコンセプトカーで示した新しいデザインの方向性を強い意志を持って市販モデルにも採用しました。これは市場の反応を伺いつつも自らの信じる道を突き進むという BMW の挑戦的なブランド姿勢の表れと言えるでしょう。まさにコンセプトカーが未来のデザインを予告し、それを実現した記憶に残る一台です。さあ、いよいよ最後の事例です。これまではコンセプトカーが市販化にあたり、様々な理由で姿を変える例を見てきました。しかし、最後に紹介するのは、その常識を覆し、コンセプトカーがほぼそのままの姿で市販された、と世界中から驚きと称賛の声が上がった、まさに理想的なケース。アウディが世に送り出した EV グランツーリスモ、e-tron GT コンセプトと、その市販モデル、アウディ e-tron GT です。この2台、本当に変わっていないのか、その秘密に迫ります。まずはエクステリアデザインから。コンセプトカーで示されたこの地面に張り付くような低くワイドなプロポーション、彫刻のように筋肉質な前後のフェンダー、そしてリアに向かってなだらかに落ちていく息を飲むほど流麗なルーフライン、全てが完璧なバランスで成り立っています。そしてこちらが市販モデルです。どうでしょう。驚くほどコンセプトカーのデザインが忠実に再現されています。この迫力あるプロポーション、シャープなキャラクターライン、ほぼ全てがそのままです。変更点を探すのが難しいレベルですが、強いて言えばホイールのデザインがより現実的なものになったり、細かなトリム類に若干の違いがある程度です。なぜこれほど忠実な再現が可能だったのでしょうか。一つはアウディが当初から市販化を強く意識してデザインを進めていたこと、そしてもう一つが EV 専用プラットフォームの恩恵です。エンジンやトランスミッション、排気系といった大きな部品がないため、デザインの自由度が格段に高いのです。床下にバッテリーを敷き詰めることで低重心化と理想的なプロポーションを両立できる。これが EV 時代の車作りの強みなんです。驚くべきはドアミラーやドアハンドルといった細部ですら、コンセプトの時点で非常に現実的だったことです。コンセプトの段階で通常のミラーのデザインも提示されており、市販モデルへの準備が整っていました。そして市販モデルでは地域によっては先進的なデジタルミラー、バーチャルエクステリアミラーも選択可能としつつ、コンセプトの雰囲気をそのままにボディと一体化したフラッシュタイプのドアハンドルが見事に採用されました。空力性能にも貢献する、まさにデザインと機能の両立です。これは法規やコストをクリアしつつ、ブランドが目指す先進性をどこまで追求するかの絶妙なバランス感覚の表れと言えるでしょう。インテリアも見てみましょう。コンセプトの内装は未来的でありながらも奇抜すぎない、非常に現実感のあるデザインでした。またペットボトルなどをリサイクルしたサステナブルな素材を積極的に使用し、新しい時代のラグジュアリーを提案していたのも特徴です。市販モデルの内装も
このコンセプトの雰囲気を色濃く残しています。アウディ得意のバーチャルコックピットと呼ばれる先進的なデジタルメーターとセンターの大型ディスプレイがドライバーを包み込みます。そしてオプションでリサイクル素材を使用したレザーフリーインテリアを選択できるなど、コンセプトで示されたサステナビリティへの思いもしっかりと受け継がれています。これはアウディというブランドの電動化への本気度と、これからの時代に求められる EV としての先進性を内外装のデザインを通して表現しようという明確な意思の表れです。結論として、アウディ e-tron GT はコンセプトカーが示した夢をほぼそのままの形で現実にしたまさに理想的なケースと言えます。これを可能にしたのは、デザインの初期段階から量産を完全に見据えた緻密な計画と、エンジンなどの制約から解放された EV 専用プラットフォームならではのパッケージングの自由度でした。夢物語で終わらせないメーカーの強い意志と技術力の結晶がこの車には詰まっているのです。ここまで5つの事例を通してコンセプトカーと市販車の違いを見てきました。その間には時に大きな時にわずかなギャップが存在します。デザイナーが描いた夢と理想の形はなぜ現実の世界で姿を変えるのか。それは1台の車が生まれるまでにさまざまな立場のプロフェッショナルたちがそれぞれの情熱と現実をぶつけ合う壮大なドラマがあるからなのです。デザイナーの情熱はコストと利益という現実と向き合います。エンジニアの知恵は生産技術の限界に挑みます。そしてその全てが法規・安全基準という絶対的なルールとマーケティングが分析する市場のニーズの中で最適なバランスを見つけようとせめぎ合うのです。ではどうせ変わってしまうならコンセプトカーなんて意味がないのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。むしろ今の時代だからこそコンセプトカーは非常に重要な役割を担っているのです。第一に未来のビジョンを示す役割。コンセプトカーはメーカーがどんな社会を目指しどんな移動の未来を考えているのか、その哲学やビジョンを私たちに伝えてくれます。単なる車ではなく未来のライフスタイルそのものを提案するのです。第2に技術の実験場としての役割。自動運転技術や新しいユーザーインターフェース、革新的な素材などすぐには市販できなくてもコンセプトカーという形で先行公開し技術を磨き世に問う未来の車に搭載される技術の多くはコンセプトカーでその第一歩を踏み出しているんです。第3にデザイン言語の進化。先ほどのマツダの例のようにブランド全体のデザインの方向性を決定づけ、数年後の市販車にその DNA を植え付けます。コンセプトカーで示された一つの美しい形がやがてブランド全体の顔つきを形作っていくのです。そして何よりも夢とインスピレーションを与える役割です。理屈抜きにかっこいい未来を感じさせてくれるコンセプトカーは私たち車好きに夢を与え、そしてその姿に憧れた子どもたちが次世代のデザイナーやエンジニアを目指すきっかけになるのです。コンセプトカーは単なるショーのための飾り物ではありません。自動車の未来を切り開くための重要な研究開発のステップであり、メーカーと私たちユーザーが未来について語り合うための大切なコミュニケーションツールでもあるのです。いかがでしたでしょうか。今回はコンセプトカーが市販される際になぜどのように変わるのかを比較してきました。夢と現実の間で数々の困難を乗り越えて私たちの元に届けられる市販車、その背景にあるデザイナーやエンジニアの情熱や苦悩を知ると、街で見かける車たちがまた少し違って愛おしく見えてくるかもしれませんね。あなたが一番変わったと衝撃を受けたコンセプトカーと市販車の組み合わせは何ですか。あるいはこれはコンセプト通りで最高と思った車はありますか。ぜひあなたの熱い思いをコメント欄で教えてください。この動画が面白い、参考になったと思っていただけたら今後の制作の大きな励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。